ライコの使用感ジャスパルと申します。この動画は無課金のボックス紹介レイディオと題しまして、無課金初期勢パルが実際に育成したポケモンを毎回1体フィーチャーして、なぜ育成したのかとか、ここが強いぜとか、ここはもうちょっとあってくれたら嬉しかったななどなど、いわゆる使用感についてああでもないこうでもないとお話ししていくやつとなっております。第2回となる今回紹介するのはライコーです。前回がねスイくんだったんですけど、同じお手伝いブースト持ちのポケモンでもやっぱりね一緒に編成するポケモンが違ってくると使用感みたいなところはかなり異なるなというのを感じていて、スイくんとの差みたいなところもねお話ししていけたらななんて思います。他にもね話を聞いてみたいポケモンがいれば気になる子をコメントで教えていただけたらなと思います。スイくんよりはね一緒に過ごしている歴は浅いんですけれども、最近はかなり一緒に過ごしているライコーとなっております。ちなみに他のポケモンたちこんな感じになってます。もし気になる子いたらぜひともコメントお待ちしております。 OK、 そんな感じで今回はライコー参ります。ってことでまずはねライコを紹介していきたいなと思います。 SP5465 ということで、サブアカのね7700を超えているスイくんとは2000以上開きがあるというところになっております。そんなに差あるんだねって感じなんですけど、今ねレベルは52ということで、本当にのんびりレベル60のハーブ解放を目指して頑張っていこうかなというところです。というわけで食材 ABB となっておりまして、サブスキルがスキル確率アップ S、 お手伝いスピード M、 スキル確率アップ M、 性格真面目無補正ということになっております。まあ言うてもかなり化け物で、最大処理数アップ L もレベル75にはあるので、75が楽しみでもあるそんな感じではありますね。ちなみにおやすみリボンはメイン、サブアカウントのねスイくんはすでに2300時間ほど寝ていて、おやすみリボン2000時間達成してるんですが、このライコーは2000時間ほど足りず、まだおやすみリボン第1段階ということで、最大所持数はプラス1にしかなっておりません。なので23個となっていて、スイくんよりは20個少ないという感じになってますね。これがね2000時間あと1700時間一緒に寝る頃にはレベル60になってたりするんでしょうかねサブアカのスイくんはね生意気なのもあって EXP 獲得量ダウンがね結構時間かかった要素ではあるんですけど、特に補正なければなんとかなるんかなちょっとね現状でも後でねしっかりお話ししようかなと思うんですけど、最大所持数結構というか全然足りないよりではあるので、おやすみリボンはぜひともつけてあげたいなと思います。ちなみにお手伝いスピード M を持っているライコーとなっているので、おやすみリボン2000時間があって、最大処理数プラス8になってもレベル60食材まで解放しちゃうと本当に 5,6 時間で最大処理数埋まっちゃうみたいなので、できたらもうちょい欲しいんだよねそれ以上はねレベル75解禁を待つしかないということなので、今後もねのんびり一緒に寝ていきたいなと思います。でヒーラーとしてパーモットと一緒に編成することがほとんどなんですけど、その時のスキル期待値は 3.15 ほどとなってまして、でスキル確率アップ M のみのライコーがざっくり 2.6 回くらいのスキル期待値になってるみたいなので、3回超えてると本当にお手伝いブーストのポケモンたち相当ちゃんと強いなっていう印象がありますね。スキル期待値3回超えてると相当強いなと思ってはいるんですけど、さっきね最大処理数ちょっと足りないぜって話もしたんですけど、日中にもねちょいちょい所持数あふれを私は仕事の都合とかでね起こしちゃうこともあるので、うちの子はね理論値 3.15 回ぐらいあるんですけど、実際は3回もないんじゃないかなと思います。そういう部分ではね本当にサブアカのスイくんは最大処理数もりもりで化け物だなというのは感じますが、言うてこの子も相当化け物ではあるかなと思います。ちなみに食材に関してはお手ぶ込みで1日ハーブが20個ぐらい、ミートが10個ぐらいの感じになってます。スイくんがね本当に食材確率が結構バグってるよりのポケモンではあるんですけど、ライコも決して低くはないので、レベル60まで育てば相当食材にも貢献してもらえるんだろうなと思ってるんですけど、やっぱうちのねスイくんがあまりにも食材を集めてくれるので、ライコーになるとちょっと少なく感じる不思議はありますね。今はね本当にハーブの使い道がもうちょっと増えてくれないかなっていうのを祈ってます。レベル60ね第3食材ネギなんですけど、ネギはねかなり
まあ今後もね、いろんなところでいぶし銀な活躍しそうなんですけど、マジでハーブがね、デザートで使われるなんか、スパイスクッキーみたいななんか来ませんかね、本当にお待ちしております。まあ豆ミートもなんですけどね、ミートなかなか難しいかなと思うので、せめてハーブだけでもよろしくお願いします。まあ大体能力的にはそんな感じになってます。てなわけでお話ししていくんですが、まあこのライコを採用したきっかけからお話ししていこうと思います。まあこれもね、前回のスイ君と大体一緒なんですけど、ゲットしたライコが、まあさすがに化け物だったのでまあそれは育てるかということで、まあすでにね、別アカでは前回紹介したスイ君も育ててましたし、こっちのアカウントクレセリアを先んじて育ててもいたので、正直ね、伝説のポケモンとしてはもう動画投稿者的にも十分だなと、これ以上育てなくていいなと思ってたんですけど、ライコーエンテスイ君イベントでバケモン来ちゃったので、これはさすがに育てなあかんよなということで育成することに決めまして、いつ育てたんだっけな、ホリデーの前には育ててた記憶があるんですけど、まあとにかく手持ちの飴はほぼ全部がっつり飴ブーストして、まあ一旦レベル50のスキル確率アップ M まで解放してからスタートみたいな感じにしてたはずですね。で、本当に実際に編成してみると、スイ君とは結構使用感が異なっていて面白いなと感じたので、今回はそのあたりを中心にお話ししていこうかなと思ってます。結果的にね、スイ君もライコンもどっちも育ててみて、ほんとね、思うことがあったので、それは良かったなと思ってますね。またね、園庭も使用感変わりそうだなと思ってるので、園庭使いさんぜひ、こんな感じですよというのを教えていただけたらなと思います。まあ一応ね、いてくれてはする。スキル確率アップ M の冷静園庭がね、いてくれてはいるので、まあ、今後の活躍にも期待というところではありますかね。まあそんなわけで採用した理由はめっちゃ強かったからです。ってことで、まあこのライコをね、実際に編成するときの話もしていこうかなと思うんですけど、ライコを編成するときはね、かなり電気タイプ3体並べることを重んじてますね。基本的にもう電気タイプ3体並べてます。まあこのレベル60までの5体の中から3体選ばれて、大体は本当にライコーとパーモット、プラスデデンネかレントラっていう感じが基本になってますね。ここが多分サブアカのスイ君とは結構違うポイントになってて、サブアカね、まあヤドキングみたいな水タイプのヒーラーもいないので、水タイプ3体を編成しようと思うと、まあスイ君、カメックス、ウェルカモ、それとヒーラーのプクリンで4体とか埋まっちゃって、もう1体ぐらいしかね、食材のポケモン入れられないみたいなところがあり、水タイプを3体編成するハードルがとっても高いんですよね。なんですけど、この電気タイプであればかなり無理なく、そのヒーラーのパーモットがいることによってかなり無理なく3体編成ができるので、そこで入ってもらっていて、まあスイ君との能力の差をある種埋めているみたいなところがありますね。まあ本当にスイ君はね、最近レベル60オイルも解放したので、そういう意味でも単体で編成する機会がかなり増えたんですけど、ライコはとにかく電気のポケモンをたくさん入れる瞬間に出すっていう感じになってます。で、もう本当にね、そのパーモットに関しても、まあそもそものヒーラーとしての能力が高いというのはもちろんのこと、ヒーラーの中で最も食材の能力が高いっていう特徴があるポケモンになっているので、そこをね、ライコーもいるし、パーモット自身も食材が強いっていうので、さらにバフがかかって、よりね、食材を補助してもらうという名目でも入れておきやすいっていうのがね、めちゃめちゃライコーの強さというべきなのか、パーモットの強さというべきなのか、2人の相性の良さというべきなのか、めちゃめちゃ感じてるので、本当にね、ライコーの強い子をゲットしている方は、ぜひパンモを探してみてください。まあ今ね、うちの子はね、ABB のミルク個体で、ミルクがね、めちゃめちゃ現状汎用性の高い食材になってるんですけど、まあ環境次第ではね、いろんな食材のパーモットが活躍するだろうと思ってます。カカオもね、使い道増えますしね。みたいなところで、まあ先日ね、ヒーラーティア表みたいなものを作った時に、ライコーと一緒に組んでる時のパーモットが一番ティアが高いという結論にしたんですけど、本当にもう実感としてそれはあって、他のヒーラーよりライコーと組んでるパーモットは頭2つくらい抜けてる印象があります。まあ感情込みでなんですけどね。
だったりとか、あとね、これも結構意外かもしれないんですけど、デデンネとも一緒に編成するんですよね。そのサブアカのスイ君は本当に食材集め特化って感じで、ヒーラーを入れることはあっても、それ以外のスキルのポケモンと一緒に編成することってめったにないんですよね。デデンネも積極的に入れるかと言われると違うんですけど、デデンネを入れた結果、電気が3枠になるんだったら、ええかって感じで、結構ね、一緒に編成しちゃってます。ここはね、適当な部分でもあるんですけど、編成をそこまでしっかり考えなくても、多分そこそこ強くはなってるんだろうなと思うので、なんだろうな、その辺のお手軽さみたいな部分も私の性格とよく合ってます。一応ね、この子はね、おっとりで食材お手伝い確率が上がっているというところもあり、本当に若干リンゴだったりコーンも集められるので、それもギリいいかっていう材料にしてますね。本当にレントラーもそうなんですけど、とにかくパーモットとの相性がいいなと思うので、そこはね、ぜひとも全来光使い3パモを探していただけたらななんて思います。編成するときは大体そんな感じで、基本的には食材のポケモンと一緒に編成することが多くて、スキルのポケモンは編成しないんだけど、パーモットとデデンでは別っていう感じで、それがとっても使いやすいって感じになってます。で、このライコの良かったことをお話ししていこうかなと思うんですけど、良かったことはね、さっき言ったこととまるっと重複しちゃうんですけど、とにかくパーモットと組めて強いし、編成を考えるのがね、何より楽なんですよね。で、デデンネも、編成機会多めなね、インフラ系のポケモンだと思ってるんですけど、そこも、なんかストレスフリーで編成しやすかったりとか、レントラーもね、鍋拡張が使えるうちに、うちの子はトマト特化の AAA の子になってるんですけど、今トマトもオイルもありとあらゆるところで使えるような状況になってるので、環境的にもめちゃめちゃ追い風を受けてて、編成しやすいったらありゃしないというところもあり、本当にね、編成機会がとても多くみんなを活躍させてあげられるっていうのがライコーのとても強い部分だなと感じます。今でこそね、ライチュウと一緒に編成することはあんまりないんですけど、ライチュウもね、それなりに多くの方が育ててるんじゃないかなとは思いますし、ゴールドではね、非常に採用しやすいですし、ライチュウもライチュウで食材力がかなり高い食材確率の高めなポケモンなんですよね。私はそのお手伝いブーストを食材の補助のスキルとして扱うことがほとんどなので、食材力が高いっていうのめちゃめちゃ高評価だったりするんですよね。うちね、サブアカの方にはね、レベル60卵のライチュウがいたりするんですけど、そういう意外と集めにくい食材もライチュウでなんとかするみたいなこともやれなくもないのかなというところで、トータルね、評価とても高いなと思ってます。で、あとはね、これ見ていただければわかるんですけど、メインスキルの種がきつすぎるという部分はかなりあるんですが、プラスルだったりマイナンだったりもいるっちゃいるし、場合によってはね、一緒に編成できるというか、相性自体は食材補助として考えると優秀ではあるので、ね、使っていけますし、電流もね、うちにはいないんですけど、食材確率が低くて、木の実 S 持たせてると、集める木の実って本当にライチュウと遜色ないぐらいには、それなりに頑張って集めてくれるみたいなので、そういった部分から、電気タイプの層の厚さはライコを使ってるとめちゃめちゃ感じますね。編成しやすいし。ね、サンダースもね、お手札目のサポートができたりとか、かなり面白そうだなと思ってます。そういうね、電気タイプの層の厚さがまず一つ、とても強いところ、いいところだなと思いますし、食材の補助のスキルとしてお手伝いブーストを使ってる身からすると、そもそも評価が高いレントラーだったりデデンネみたいなポケモンともシンプルに相性がいいし、食材力の高いパーモットとも当たり前のようにね、並べていけるっていうのがもう本当に弱いわけないなって感じで、チームの中心としてめちゃめちゃ起用しやすい、編成しやすいのが本当に強いし、楽だなってめちゃめちゃ楽だなっていうのがライコーの大きな魅力かなと思ってます。で、微妙なところもね、スイ君はね、本当に足りない部分というか微妙なところって、ある意味、周りのポケモンにケチをつけるぐらいしかなかったんですけど、ライコーね、うちの子微妙な点が2点かな、ありまして、まず最大所持数がね、ちょっと少ないんですよね。本当にこれに関しては、サブアカで、所持 L を持ってて2000時間リボンがついているという、このライコーより最大処理数が20個多いスイ君に慣れてしまっているという弊害なような気もするんですけど、言うてね、現時点でも最大処理数埋まるまでの時間ってかなり早くて、
4時間前後ぐらいあれば、元気な時はね、4時間5時間で埋まっちゃうので、もうちょっとあったらいいのになとは非常に思ってます。まあ、うちのパーモットね、キノミエス持ってて彼もね、埋まるのめちゃめちゃ早いんですけどね。このね、スキル2体のポケモンがどっちも所持数溢れをしている瞬間っていうのを結構見かけるので、まあそこの相性みたいなのは多少あるかなと思います。まあただね、こう、それが一概にデメリットかと言われると、まあデメリットなんだけど、所持数が少ないけど、育成のためにどうしても一緒に寝ていきたいポケモンではあるので、何がいいかっていうと、元気管理がガバガバだったとしても、まあ寝てる間、それでも所持数埋めてくれるしな、みたいな、結構適当でいいっていうところはね、ちょっと評価しているところではありますね。まあ基本パーモットと一緒に編成するので、そういうシーンであんまりないんですけど、まあパーモットがね、頑張れない日もあるじゃないですか。そういう時は、まあ元気少なくても、まあ全然ええか、みたいな感じで編成しやすかったりとか、まあいっそね、もうある程度、食材集まったりとか、パーモットのミルクが必要ないよってなったら、パーモット外しちゃって、こっからもう元気どんどん下がっていくけど、別にいいよねみたいな感じでライコを編成しやすいのは、良さかなと。まあ良さというかね、編成における楽さみたいなところが、まあちょっとね、高いと言ってもいいのかもしれないみたいな、まあ単純に言い換えの話なんですけどね。まあみたいなところが、まあもうちょっと欲しいなというところだったりとか、あとはね、食材が若干使いづらいんですよね。特にハーブがね、使いづらくて、今ね、私がメインで使ってる、ハーブをメインで使ってる瞬間が若漏れになるので、サラダ以外で、まああんまり出番がない。まあこれまでもそうだったんですけど、で、カレーでね、煉獄コーンキーマカレーも作るんですけど、煉獄を作るタイミングも、まあどちらかというと、木金土とかのつなぎみたいな瞬間が多かったりするので、食材を生かすのが結構難しいなと思ってます。まあここに関してはね、本当に環境次第で、スイ君もね、これまでオイルの使い道あんまりなかったので、ムムムって感じではあったんですけど、まあそのライコウ自身がデザートで使える食材がほぼない代わりに他の電気タイプがねデザート向きな子が多いので、今のところはそこまで気になってないんですけど、食材の使い勝手がちょっと難しいなと思うところはありますし、うちの子はレベル60ハーブになってるので、今後のハーブの動向に本当に注目ですね。動画公開段階ではまだスプリングフェス、サマーフェス、今年もおそらくカレーとサラダの新レシピが来るだろうとは思ってるんですけど、そこでね、ハーブ使われるかな。若漏れサラダに使われちゃってるからね、来るとしてもカレーになりそうなんですけど、どうでしょうね。レベル60ね、ネギのライコはかなり強そうだなとは思ってるんですけど、実際いかがでしょうか。もしね、育てててもうレベル60ネギ解放してるぜって方はね、教えていただけたらなと思います。ってな感じで、ちょっとね、足りないというか、ここもうちょっとあったらなっていうポイントは、食材が若干使いにくいっていうところと、まあ最大所持数ももうちょっと欲しいなというところかなと思います。で、まあこのライコを含むね、うちのチームの今後についてなんですけど、まあパーモットとレントラーの食材が今環境はだいぶ活かしやすそうだなと思っているので、今環境はライコを相当編成していくことになるだろうなと思ってますので、まあ本当にね、ゆるゆるレベル60も目指しつつ、できたらね、カレーでハーブが使われてくれると嬉しいんですけど、レベル60を目指しつつ、お休みリボンをどんどん新しいのに付け替えてってあげたいなと思ってます。で、電気タイプっていう意味で言うとさすがにもうしばらく電気タイプの新ポケって簡単には来なさそうな気がしてるんですけど、どうなるでしょうね。電気ネズミ枠としてはね、まだエモンガとかいるので、まあ毎年1体とか追加されることになるんですかね。人気なポケモンではあると思うんですけど、やっぱりね、そのお手伝いブーストを食材補助としてほとんど運用している人間なので、マジで食材のねポケモンが増えてほしいんですよね。なのでゴールドに行く機会があればコリンクをね今再び厳選したいななんて思ってるんですけど、いるな色違いが ABB が、しかもお手棒、食材確率アップ S でも陽気っていうね、ミントミント銀種がね今後ねかなり貴重になってくるんだけど、実は強いんだよな。みたいな感じで、本当にライコウ好きの皆さん、ライコウをすでに育成されてる方は、
ゴールドに行く機会があれば、しっかりね、パモさんとコリンク狙ってみていただけたらなと思います。まあ、一応ね、現環境っていうところで話をしていくと、今後についてはね、アンバーで電気タイプを探すのってほんとプラスルマイナンぐらいしかいないので、このまま、まあ、パーモットとレントラーとライコ中心で進んでいくことになるんだろうなと思うのが、まあちょっとね、残念な部分ではあるんですけど、それはスイ君も一緒なので、しょうがないね。また、ライコが出現してくれるフィールドが来るのを楽しみに。まあ今はゆるゆると相性の良さそうなポケモンを探していこうかなと思ってます。そんな感じですね。ってことで、今回もね、ライコーについて軽くまとめておきたいかなと思います。まずね、本当にライコーの強いと思うところは、本当に層の厚い電気タイプとの現状の相性の良さっていうのはね、めちゃめちゃ感じます。特にパーモットと、そしてレントラーとの相性が良くて、ででも電気タイプの種類にも貢献してくれるので、編成を考えるのが楽っていうのが一番強いところですかね。それを強さと呼んでいいのかどうかはまた別の話ではあるんですけど。で、微妙なところとしては、まあ食材の使える範囲がね、若干今の料理環境とはそんなには噛み合ってないかなっていうところと、まあ汎用性がちょっと低めであるというところ。あとは、なんだろうな。所持数が若干少なくて物足りないのと、まあ今から電気タイプのポケモンを揃えようとすると、アンバーまで行ってるとちょっと大変っていうところになるでしょうかね。でもね、本当にもう何回も言うんですけど、強いライコーをゲットできたら、厳選一旦方向性を変えてでもパーモットとかレントラーとかを探してみてほしいなと思うくらいには強いと思ってるので、ぜひともね、ライコー中心の電気チーム編成目指してみてください。そしてね、本当にうちのスイ君との差は多くはヒーラーと一緒に編成できるかどうかなのかもしれないなとちょっと思ったので、ヤドキングに興味が湧きましたね。ヤドキング王者の印なんだよな。今後ガラルヤドン来るかもしんないしな、みたいな。ねえ、ぜひね、ヤドキングとスイ君を一緒に採用されてる方もいらっしゃいましたらお話お聞かせいただけたらなと思います。ヤドキング以外のヒーラーって編成しない？どうなってるでしょうか？ぜひともコメントお待ちしてます。その他ね、このライコーについて聞いてみたいことだったりとか、思いついたこと、疑問、質問あれば、そちらもぜひコメントにお寄せいただけますと幸いです。ちなみに前回のスイ君について追加で質問いただいてましたので、こちらでお答えしたいなと思います。大変興味深かったです。スキル得意のチームと編成をこまめに変えているとのことでしたが、スキルチームの編成時以外はスイ君はほとんど常駐運用ですか？またもし AAA と ABB 以外の食材配列を持った食材得意を育成されていたら使用感聞いてみたいですってことで、先に食材配列についてなんですが、 AAB の子は何体かいますかね。もう少ししたら出てくるんじゃないかなと思いますのでお待ちいただけたらと思います。で ABA はキテルグマ1体だけかな。 ABC は海竜がいるんですけど、海竜はほぼ木の実のポケモンとして育成したところがあるので、まあ除外すると AAB はたまに育ててるよという感じになってます。でスイ君、前回ね、スキルのチームとスイ君の食材チームとバッツリ分けて編成するぜみたいな話をしたんですけど、これちょっとね、回答が難しくて、スキルチーム以外はほぼ常駐ですかに関してはほぼほぼイエスなんですよね。スキルチームを出してない時は大抵スイ君がいてくれてますが、スキルチームの方が編成してる時間は長いはずですね。なんだかんだね、スキルのポケモンたちが一番働いてますやっぱりね、鍋がでかくなってないと食材を集めてもあんまり意味がなかったりだとか、せっかくでかい料理を作るのであれば大成功確率も上げておきたかったりとかするので、本当にね、鍋絡みの準備が整ったらスイ君にバトンタッチっていう流れになるんですけど、鍋絡みの準備ね、時間かかるときはめちゃめちゃかかるじゃないですかまあライコーはね、そこの時間をまあデデンネも入れちゃうかってある程度適当にできたりとか、レントラーで鍋拡張を賄える瞬間も多少はあったりするので、ライコーの方がトータル編成している時間は長くできてるかもしれませんね。まあパーモットもいますしね。まあ、そんな感じでスキルチームの方がなんだかんだ主軸になることが多いです。ご質問ありがとうございました。お次の質問、
家事の合間にラジオ感覚で楽しませてもらいました。ありがとうございます。名前の理由とか話してほしかったな、聞き逃したかなと思ったらニックネームなしなんですね。そのあたりのこだわりとかのお話も機会があれば聞けたらなと思いましたってことで、そうなんですよね。私ね、伝説のポケモンには今のところ名前をつけてなくて、他のポケモンたちって大抵ニックネームついてるんですけど、なんかこうね、特にスイくんとかライコーってすっごいスイくん、ライコーって感じするんですけど、この感覚なんとなくでも伝わりますなので、今まで伝説のポケモンには特にニックネームつけてこなかったんですけど、さすがにね、もうスイくん2300時間ぐらい一緒に寝てたりだとか、だいぶ一緒に過ごしてきたので、伝説の威厳的なところにも慣れたとなのでね、ニックネームつけてもいいなって気がちょっとしてきましたので考えようかなと思ったんですけど、このね、スイくんね、生意気なんですよねなのでね、スイくんっていう感じでもないなと思うので言葉のイメージなんですけど、スイ、スーとかでしょうかね。スーちゃんって感じでもないので、スーかなと思いまして、ファイアーエンブレム封印の剣の遊牧民からスーの名前をいただこうかなと思いますわかる人はね、わかるんじゃないかなと思うんですけど、誇り高き坂の一族、クトラ族の族長ダヤンの孫娘スーですね。ファイアーエンブレムを多少わかる方とか、スマブラやったことある方にはリンの娘って言えば伝わるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょう。劣化のエンディング次第になっちゃうんですけどスー本人はね、生意気っていう感じじゃないんですけど、ええやろということで、これからもね、スーに力貸してもらいたいなと思います。ライコーもね、ニックネームつけてなかったんですけど、こっちもなんか似たような感じでライにしちゃおうかなと思ってます。時代のガリア王の右腕ということでライは虎じゃなくて猫なんですけどね、そんな感じで、なんとなく伝説のポケモンたちにはニックネームをつけないがちでした。ご質問ありがとうございました。お次の質問です。スイくん強い。パルさんレベル60超えが20以上でどうなってるんだと思っていたのでボックス紹介嬉しいです。よかったぜ。ウェルカモまで60すごいです。60超えの子たちとマスカーニャ4匹もいるので使い分けが気になります。そのスイくんで計算ツールで1日4回発動とのことですが、実際使ってみた感じ何回くらい発動するものなんでしょうってことで、まずね、マスカーニャはスイくんと一緒に組みやすい鍋拡張持ちということで重宝してるっていう感じですね。レントラーもそうですね。最近だとボーマンダと一緒に組むこともかなりあります。で、スキルの期待値に関してなんですけど、確かにね、ツール上では1日の期待値 3.98 回あるんですよね。でもこれって理論値なので、体感どのくらいかってことなんですけど、わかんないんだよね多分3回前後あるんじゃないかなっていう気はしてます意外とわかんなくて体感。ちゃんと考えたことがなかったというか、確かにね、スキルを発動してもらうために入れてるんですけど、食材が集まらなかったら一食抜いたりだとか、別の料理を作るだけなので、なんかね、発動しなくてもってなっちゃうし、元気オールみたいに発動してないと目に見えてわかるみたいなこともないですし、チーム変更もね、そこそこ多くて一日中入れてることもほとんどなかったりとかで、なんかね、1日単位の期待値というか体感あんまりね分かってないで使ってるんですよね。でもね、それなりには発動している気がしますし、ピュアなオイルはね、めちゃめちゃ助けてもらえてる実感があるので結果的にオイルの方の印象が強くなっているのかもなとは思いました。ってことで、1日のね、スキル期待値 3.98 回あるにはあるんですけど、3回くらいは使ってくれてるんじゃねっていう感じですかね。たまにね、もちろん上振れる時もあったりするので、そういう時は楽しいですご質問ありがとうございました。最後、これはね、質問ではないんですけれども、スイくんチームにおけるヤドキングについて触れてくださってるコメントとなります。
ちなみに初期に水訓パ用としてスキカク M 生意気ヤドキング育てました。一番最初の水訓イベント以降全く使ってません。一応元気エールに強化が入るたびに使用感を試してますが毎回抜けてます。明らかにサナの方が強くて泣きながら編成から外してますね。スキル得意との相性の悪さというよりも元気エールの弱さを感じてます。それこそライコーパでパーモットは使っていると思うのでこの辺りは明確に不満点になっちゃいますかねってことで、こちらの方もねスイ君を採用されているとのことだったんですけど、これだけ強いヤドキングも毎回試すものの抜けていくということで、これね興味深すぎましたね。ぜひともね他にもねヤドキングだったりヤドランを採用されている水訓使いの方使用感をお教えいただけたらなと思います。確かにねライコーパーモットの相性の良さというか編成の楽さみたいなところはめちゃめちゃ感じているところなので、私がヤドキング採用したらどうなるでしょうかね尻尾の新料理はずっと待ってますよろしくお願いします。コメントありがとうございました。ってな感じでライコーやスイ君に対する追加の質問等々ありましたら何でもお聞きください。お待ちしております。ってことで無課金のボックス紹介レイディオ第2回ライコーでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。ぜひともねグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして動画制作の助けとなります。また押していただくことで神ライコーに出会える確率もわずかに上昇するかもしれませんので何卒ポチッとよろしくお願いいたします。いつもたくさんの応援本当にありがとうございます。って感じでね、いや本当にね今年はどんな伝説のポケモンが来るでしょうかね。マジでねライコースイ君エンテの汎用性が高すぎてるので、2025年のクレセリアだったりとかダークライみたいな木の実のポケモンに近いどちらかというと尖った性能のポケモンが来るんじゃないかなと今後はね思ってるんですけど、またね次の伝説ポケモンとの素敵な出会いがある時を夢見てまったりとメインスキルの種とサブスキルの種を集めていきたいなと思います。本当にねもうマスター20報酬のサブスキルの種だいぶ取っちゃったっていうか全部取っちゃったのかな。なのでサブスキルの種がかなり貴重品になりそうだなと思うのでぜひとも皆さん若干はね残しといてもいいんじゃないかななんて思います。伝説のポケモン発表されてから考えますかねあとね本当にこのライコンをねもう伝説のポケモン育てなくていいかなと思っていたタイミングで来てくれた子になっているので物欲センサーは存在しますどちゃどちゃオカルトですけれども、なのでのんびり参りましょうなんだけど伝説イベントは頑張りましょうそんなわけで次の新たなね伝説のポケモンとのはちゃめちゃな出会いがあることにも期待しつつ今日も元気にいってらっしゃい。またねバイバーイ。